黒賀義則さん、当時21歳。爆心地からおよそ1キロ離れた西白島町の広島陸軍幼年学校で被爆。校舎の下敷きになり、体中にガラスが突き刺さって大怪我をしました。その後、避難先で脱毛や発熱、死の反転にも苦しみましたが、奇跡的に回復し、翌年まで衛生兵として救護活動に従事しました。一人でも多くの人に、あらゆる戦争は二度と起こしてはいけないと伝えたいと語ります。私、母が病気になったために、私が18歳の時に母を亡くしたんですよ。私の下には弟が2人、上には兄が。兄は暮れの海軍工場へ入っているので、家へ帰ることができない。だから私、母代わりに食事を2年間してきましたよ。私のすぐ弟はちょうど母が亡くなった時にね、竹原の工業学校へ試験で行くことになったので、やめたことはできないから、私が弁当を作ってね、行かしてたんです。姉の子がいたのを母がね、それからで再婚させたんです。だから姉の子もね、私ね、兄弟としてね、私が軍隊に入隊するのに、忠婚碑の前でね、壮行会をしていただいた。その時のこの後ろの日の丸の台ね、町内会の方が寄せ書きをして、そしてこの旗を持ってね、私が竹原の駅で汽車の中から行ってまいりますで、この旗を振りながら広島へ入隊した。昭和19年の4月1日に広島へ入隊。そこで1ヶ月間の厳しい教育を、1ヶ月の終わりに戦場に行くためには、実際ね、銃へ弾を詰めてね、それを5発もらってね、射的ってね、実弾を撃ち込む。それで私も戦場に行けると思ってね、って言ったら、君は衛生兵だから陸軍病院で教育を受けてから、それから戦場に。陸軍病院にはね、看護師さんたちもたくさんいるしね、大変厳しい教育。生徒が悪いともうね、
実習教育から帰ってみれば整頓したはみんなひっくり返してねえ転校までにそれを揃えにはいけないねえもう中に一人でも悪いもんがいたら全体責任で私たち眼鏡をってるものは眼鏡を外してそして平手で叩くんじゃないよスリッパーでそしてビンターをその上にありがとうありましたってねお礼まで言った教育を受けてきたんですね。教育は4ヶ月衛生の教育その中にね医療機械の方の教育を受けたそしてねどうせ早く返してもらえないと思ってね価値観校へ志願した特別の教育に広島から2人選ばれて東京へ教育に戦場もう戦争が激しいから1年間の教育が8ヶ月間の短くなって19年の12月からね昭和20年の7月の終わりまで教育その間に東京へ B2 旅がもうひっきりなしに警戒に来るんですよ。正月の1日などは防空壕の中で一夜を明かしたんですね。3月の10日を実機2陸編隊でね3000メートルぐらいまで低空に降りて栄光弾落としたら下が昼みたいになってそして焼夷弾攻撃です火の雨をこれがね輸出で人塊が36個がバラバラになってね火の雨ですよ逃げ場がないからお腹入ったり川へ何千人の者がね年寄りの子供上から B2 が油をまいてそして焼夷弾攻撃で出てちょうどその時に私見習い終盤1週間で衛生大量本省で教育なのに奈良の価値観の方と私校内を見回っていたら焼夷弾36個の中に1個事件爆弾があるんですよ。きれいなんですね。それを奈良の価値観の班長室へ持って帰ってまた校内を私と一緒に回らないかいたんで私別行動していたら大きな爆発音がしたからそばへ行ってみれば手の方から体の方へ破片で私そばにいたら私も大被害を受けとくれた。こんな戦争早く終わらなきゃ思ってもね言えないよ。ねえもうね東京では教育が
時期的ないうのでね、20年の7月の終わり、新潟の山ん中へね、調剤したよ。新潟で教育終わって、私に広島へ8月1日に復帰したんです。それがいよいよ原爆の至近距離のね、護国神社の前のね、病院のバラック建ての中、8月4日までいたんです。今のお城のネタの幼年学校の弊社へ変わったんです。それでそこで私責任者として室内に20数名いたのをね、窓際で人名を書いていた。そしたらあれが原爆とは知らなかった。西松にね弾薬があったからそれが爆発したんだと思って、全体が電報がね閃光の光でね何にも見えない。これ早く外へ出なきゃいけない思って時間がねどのぐらい経ったか私もねはっきり覚えていないよ。気がついてみれば弊社は潰れ、私の足の上に針がもたれかかって動きは取れない。後ろを振り向いてみればもう血だるまで何にも語らないのがねえ。それか思えば首だけが止まるとには助けてくれいうのね。これはもうどうせダメだと思って諦めていたら外部からね救助の方がで外へ出していただいて、もうね足はしびれてね、外で被爆したものなどは皮が真っ黒になったり皮膚が垂れ下がって亡霊のようにね、水くれ水くれ、ね、もうその時に水を飲んだら死ぬ、水を飲ますないうね情報が入っていた。将校の方がね私に軍刀預かってくれないかいてね、もうそんなもんじゃないね一切ね。幼児学校の建物はねしっかりしとるから持っていたんよね。それでがまあ原爆のねこの爆音の恐ろしさはどれだけの威力があったんか思うてね、見ればもう屋根の上には瓦は一枚もないね。広島でも見ればね、広島でもね頭を形のないよね木くずくずしたようなね状態を私見てた。でここにいたら女の子かな思ってね、川端入れてみら川端にもう多くの方がうずくまってね、もうね早くここからね山手の方へ持ってね。途中までは、ね、足を引きずりながら途中から動けなくて
荷車かなんかにね乗せていただいて下の山の方へね避難した。そこで2、3日休養してね、病院はどこ行ったろうか思ってね、私今の陸軍病院行って、あれは鉄筋であって中にね私と一緒に教訓たね中原修というのはね無傷であったんですよ。ね、早くね外部へ避難すればよかったのにね、そこに長くいたために、ね、放射能がたてみんねとうとうね1ヶ月ぐらいでね亡くなっとるよ。それが壁の隣の亀山村に小学校病院に開設したって、そこへ勤務の周辺にね広島陸軍病院の医薬品やらいろんな機材がね民家に格納しちゃったんです。私は看護兵でないから衛生材料機材の方の専門でね、私軍隊でもねもうねメスを作るなんやら病院にね不意ごやらね何もあったんですよ。今駐車場一本一本あるんやがね、あれもね皆遠いね角度あって30度でね駐車場も東京だ。翌年のね21年のね2月の終わりまでね私止めた。1ヶ月ぐらいしてね死の反転があって体中へね飲みが食ったようながね体全体へでね死の反転じゃなくいやこれは飲みが食った後だろう言ったらそうでなかったよね。言ったら熱がね40度ぐらい、髪の毛はおつりは抜け歯茎から血が出たりしてね、隣を見れば課長が一くて生きながら腕が湧いてるんよ。廊下でね私がお熱に侵されとるから最後だから見に行ったろうじゃないかいうのが私の耳へ入って何くそこのぐらいが熱にまくせなるもんか思ってね頑張ったね。1ヶ月ぐらいかね常にねなんですよ軍医がねブドウ糖やジャッカルをね私にしてくれたから早く回復した。これが私他のところへ何してたら私現在ここにいないと思う。原爆で下敷きになった時の傷、それでね体内へもね破片がこの人差し指もねただね当たれば痛いんじゃがただね病院でねちょっと台風があってねそこでねレントゲン
始めたらね、光るもんがあってね、それも出してもらった。白血球が普通のね6,000から7,000あるの。それが3,500から4,000ぐらい。なかなかね白血球が増えんのにね苦労してきましたよ。どの人間よりはね体が弱いことはね実際体験してるにはねそれじゃがねこの占では絶対にね負けず嫌いだからどこまでもねそれでね大工仕事をねそこでもね人に負けたくないからそれで私は大工してもねそこの家を建てたらね自分が住むんだと思ってねやってきた。こうしてね私生かさせてもらおうとのが本当不思議なんですね。もうこれからもね一人でも多くの方にね原爆足にあらゆる戦争は二度と起こしてはいけないことをね訴えたい。